お久しぶりです。ナビゲーターのまゆです。今回は金属切断に関する動画です。新興製作所のチップ層切断機15,000円とボッシュの76,000円のバンド層との比較です。それぞれメリットデメリットありますのでご説明していきます。メーカーは新興製作所。型番は MTC190。チップ層切断機と呼ばれます。価格は Amazon で15,000円です。はじめに使用するのは建築内装工事で使用する経典材のランナーと呼ばれるものです。薄く軽くて丈夫な材料となります。騒音は大きいです。高速切断機ほどではありませんが、火の粉も飛びます。しかし、早くきれいに切れます。次にバンド層で切ってみましょう。使用するのは、ボッシュの GCB120B バンド層と呼ばれる工具です。価格は Amazon で76,000円。この工具は重さが 30kg もあり、動かすのが大変なので、キャスター付きの台を簡単に作って使用しています。使用頻度は非常に高く、耐久性は実証済みです。今回は検証のため、あえて一番苦手とする材料で撮影に挑んでいます。ここの寸法は14センチほどあり、各パイプ12センチまで切断可能です。角度切りなどもできますが、今回の趣旨とは違いますので、また別の機会に。こんな感じでセット固定して切断します。クランプはよくあるタイプの使いやすいものです。よほど柔らかいものは小さいものでなければ、しっかりと固定することができます。小さい材料は危ないので、グラインダー等、手持ちの電動工具で切断しましょう。この材料を使用した理由もそうなんですが、ギリギリ固定できて、剛性の低い材料なので、切断には失敗すると思います。最悪の場合、怪我したり故障するのでやめましょう。簡単にこの工具の説明しておきます。スイッチはここです。このダイヤルが1から6まであり、刃の送り速度を変更します。通常、私は1から2のあたりをよく使用しています。6は使用した記憶がありません。ここに LED ライトがついていて、まだ照明設備のない屋内工事などで重宝します。今は明るいのでわかりにくいですが、結構明るいです。金属を切断するときは、基本的にオイルを使用しましょう。刃の消耗が減ります。本来バンド層でこの材料はよくありません。材料の剛性が足りず危ないです。見事な失敗ですね。次は角スタッドと呼ばれる経典材です。ランナーよりは剛性があるため、切断することが可能です。あまり綺麗ではありません。この工具がベターではないですね。忘れていましたが、金属加工をするときは保護メガネを使用してください。細かい金属片が目に刺さると大変ですよ。やはりこういう薄くて柔らかい材料は、特にチップ層切断機がベストと思います。変形も少なく、断面もとても綺麗です。次は 19mm の鉄角パイプで切ってみましょう。
経典材と違い、かなり金属らしい材料となります。感覚的には、チップ創切断機の適正材料はこのあたりが分岐点と思います。これ以上厚く大きな材料は、あっという間に刃こぼれしてしまいます。逆にバンドソーの得意分野はこのくらいの材料からとなります。もう一つバンドソーの利点は、火の粉が出ません。断面はチップ創切断機もバンドソーもとても綺麗だと思います。今回はチップ創切断機が主役なので、便利に使用するためにちょっとした工夫をご紹介しておきます。本体を脱脂し、適当な単材を強力両面テープで固定しています。加工中に外れないように注意してください。長さはあらかじめ測っておきました。今回は30センチ右に延長し、そこに余ったテープメジャーを貼り付けます。この状態で一度切断します。切断した左の端がメモリーでいう0ということになりますので、0に合わせて貼り付けます。これで同じ長さで簡単に切断していくことが可能です。今回は木材を使用しましたが、アルミなどがあれば、その方が良いと思います。15,000円で金属がこの程度切断可能なら、私はすごく良い商品だと思いますが、いかがでしたでしょうか。最後にランナーを30センチで切って終わりにしたいと思います。ちなみにこれはカインズホームで購入しました。同じような商品に卓上丸の子というのがありますが、こちらは木材カットのみとなります。金属用の刃も使用でき、一見切れそうに見えますが、回転数も違いますし、各部品の耐久性も違います。丸の子と言われる工具は基本的に木工専用と思ってください。今回ご紹介した商品は概要欄に記載しておきますので、ご参考にどうぞ。新興製作所のチップ創切断機いかがでしたでしょうか。今回も長い時間、ご視聴ありがとうございました。動画制作の励みとなりますので、良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。